皆さん、ようこそウルトラユイの知識劇場へ。司会のウルトラユイです。今宵我々が紐解くのは一冊の本。違います。これは人類の歴史そのものを根底から覆し、我々の存在意義を宇宙の果てまで問いかける壮大な知の叙事詩の第3章です。物語の始まりは静寂の月、そこで発見された一体の死体。しかしその死体は信じられますか？なんと5万年前に死んでいたというのです。このありえないはずの謎が、やがて2500万年という想像を絶する時空を超え、太陽系を股にかけた巨大な陰謀の重い扉を開くことになるのです。ご紹介しましょう。英国のハード SF の巨匠、ジェームス・ P・ ホーガンが残した不朽の名作、その第3部、巨人たちの星。しかし皆さん、この第3部の真の凄みを理解するためには我々は時を遡らなければなりません。そう、すべてが始まったあの日、あの場所へ。人類史最大のミステリーの幕開けからこの壮大な旅を始めましょう。さあ、心のシートベルトは締めましたか？人類の真の起源をめくる地の冒険へ、いざ出発です。第1の謎、星を継ぐもの。宇宙最強のミステリー開幕。物語の舞台は今からそう遠くない未来2027年。人類は戦争と貧困を克服し、ささやかな黄金時代を謳歌していました。月には高級知識が建設され、太陽系への進出が始まっています。そんな希望に満ちた時代に事件は起きました。月面で発見された一体の死体。彼は鮮やかな真紅の宇宙服に身を包んでいました。発見者たちは彼にチャーリーという名称をつけます。しかしすぐに奇妙な事実が判明する。どの月面基地の協力にも彼の存在はない。彼の宇宙服は地球のどの国の技術とも異なる未知のテクノロジーで作られていたのです。そして科学者たちを進化させたのが放射性炭素年代測定の結果でした。チャーリーは死後5万年が経過している。5万年。その時代、我々の祖先はまだ洞窟に積極的に狩りをする原始的な生活を送っていたはず。宇宙服を着て月面に立つの展示がひっくり返ってもありえない。しかし、さらなる調査で謎は深まります。チャーリーの骨格や身体的特徴は、我々ホモ・サピエンと生物学的に寸分たがわないものだったのです。これは一体どういうことなのか。5万年前に我々の知らない超古代文明が地球に存在し、そして滅びたのか。それならばなぜその痕跡は地球上に一切残っていないのか。それとも彼は地球外からやってきた異星人なのか。だとしたらなぜ我々と瓜二つの姿をしているのか。平行進化で同じ姿になるなど天文学的な確率を乗り越えなければ不可能です。この宇宙最強ともいえるミステリーのため、国連宇宙軍 UNSA は世界中から最高の頭脳を結集させました。その中心にいたのがこの物語の2人の主人公です。1人はビクター・ハント博士。物体の内部を破壊せずに 3D 透視できるトライマグニスコープという画期的な装置を開発した天才物理学者です。彼は常識にとらわれない直感と大胆な発想力で謎に挑みます。もう一人はクリスチャン・ダンチェッカー教授。古風で気難しい筋金入りの生物学者です。彼は膨大な知識と厳格な論理を武器にいかなる飛躍も許しません。当然この2人は最初ことごとく対立します。ハントがチャーリーは地球外から来た我々の祖先だと主張すれば、ダンチェッカーは生物学的にありえん。彼は地球の失われた過去の人間だと一括する。この2人の丁々発止のやり取り、まさに知の総合格闘技。ホーガンはこの科学者たちの推理のプロセスそのものを極上の一級ミステリーとして描き出したのです。謎が謎を呼ぶとはまさにこのこと。チャーリーの著書からは新たな手がかりが次々と発見されます。地球の生物とは全く異なる進化を遂げた魚の缶詰、未知の文字で書かれた手帳、そして彼がいた場所の重力場の強さを示す結晶構造。科学者たちは仮説を立て検証し、しかし新たな証拠によってその仮説は無残に打ち砕かれる。また新たな仮説を立てる。この真実に一歩ずつしかし着実に近づいていく知的興奮こそが星を継ぐものの真骨頂なのです。そして全てのピーツが一つにつながったとき、
現れた絵は我々の太陽系の常識を根底から覆す驚愕のものでした。第1の解決。それは消えた惑星ミネルヴァの存在です。科学者たちは導き出した結論。それはチャーリーはかつて火星と木星の間に存在した地球サイズの惑星ミネルヴァの住人、ルナリアンだったというものでした。そして我々は夜空に見上げるこの月は、もともと地球の衛星ではなかった。それはミネルヴァの月だったのです。5万年前、ミネルヴァで2つの勢力による全面核戦争が勃発。惑星そのものが今後に破壊され、小惑星帯と化してしまった。その時、死を失った月は太陽の引力に吹かれて内側へ、そして奇跡的な確率で地球の重力にとらわれたのです。チャーリーの資金は母星ミネルヴァが燃え上がり崩壊していく地獄のような光景が一人の兵士の視点から克明に記されていました。彼は月の基地でその終焉を目撃し、仲間と共に絶望的な状況を生き延びようとした最後のルラニアンの一人だったのです。これが第1部、星を継ぐ者の結末です。一つの巨大が謎が解かれ、我々は人類のルーツの一端を知りました。しかし物語はここで終わりません。むしろここからが本番。謎はさらに巨大なスケールへと進化していくのです。第2の開口、ガニメデの優しい巨人、人類創生の秘密。物語の舞台はチャーリーの謎から木星の衛星ガニメデへと移ります。そこでさらに驚くべき発見がありました。氷の下深くに眠る2500万年前の宇宙船の残骸です。地球のものでもルライアンのものでもない。全く未知の文明の痕跡。そして人類がその宇宙船の調査を始めたまさにその時です。宇宙の深淵から巨大な物体が木星へと接近してきました。それはガニメデで発見された残骸と全く同じ形をした巨大な宇宙船でした。中から現れたのは身長8フィート、およそ 2.4 メートルにも達する巨人たち。彼らこそ2500万年前にあの宇宙船を作った異星人、ガニメデンだったのです。しかし彼らは侵略者ではありませんでした。彼らは驚くほど穏やかで理性的で心優しい巨人だったのです。彼らはかつて自分たちの母星で起きた事故により宇宙船で高速に近い速度で旅を続けた結果、浦島効果によって2500万年という時間を飛び越えて故郷である太陽系に帰ってきたのです。ハントとダンチェッカー、そして地球の科学者たちはこの心優しい巨人たちとの交流を開始します。そして彼らが持つスーパーコンピューター、あるいは人工知能とも呼ぶべきゾラックの助けを借りて、ついに人類創生の真の扉を開くことになるのです。その秘密とは、我々人類は彼はガニメデンによって作られた存在だったのです。2500万年前、ガニメデンの母星は実はあのミネルヴァでした。彼らは高度な文明を築いていましたが、大気中の二酸化炭素濃度の上昇という深刻な環境問題に直面していました。彼らはこの問題を解決するため、遺伝子工学の研究の一環として当時まだ類人猿が闊歩していた惑星地球からさまざまな動植物、そして我々の祖先である類人猿をミネルヴァへ運んだのです。そして彼らはその類人猿に遺伝子操作を施しました。しかしガニメデンたちは自らの星を救う前に太陽系を離れ、遠い星系へと移住することを決意します。そしてミネルヴァには遺伝子操作を施された地球由来の生物たちが残された。その類人猿が数百万年の時を経て進化し、やがて知性を持ち、5万年前に惑星を滅ぼすなどの科学文明を築き上げた。それこそが、チャーリーたちルラニアンであり、我々ホモ・サピエンのその直接の祖先だったのです。我々は巨人たちが星を継ぐために残したいわば落とし子だった。この衝撃の事実がガニメデの優しい巨人で明かされます。そして物語のラスト、心優しいガニメデンたちは自分たちの同胞が移住したという遥かなる巨人たちの星へと旅立っていきました。地球とガニメデンの間には温かい友情が芽生え、物語はハッピーエンドを迎えたかのように見えました。しかしです。物語の本当に最後の最後で地球は巨人たちの星から不可解な通信を受け始めます。
それは友好的にも見える。しかし何かどこかおかしい。これが最終章、巨人たちへの星へと続く巨大で不穏な伏線となるのです。さあ、第1幕はここまでです。月面の地帯という一つの謎が失われた惑星の歴史を描き、ついには人類創生の秘密にまで行き着きました。このホーガンの物語構築の巧みさ、まさに圧巻です。彼は科学的な推論のプロセスそのものを最高のエンターテインメントに昇華させました。読者は科学者たちと共に悩み、仮説を立て真実にたどり着く。この知的な快感こそがホーガン作品の魔力なのです。そして彼は物語のスケールを段階的にしかし爆発的に拡大させることで我々の想像力を宇宙の果てまで連れて行ってくれます。月面の死体から太陽系の歴史へ、そして2500万年前の SF 文明へ、このめくるめくセンス・オブ・ワンダーの波状攻撃、これに抗える SF ファンはいないでしょう。しかし皆さん、本当の恐怖はまだ始まっていません。これまで物語は壮大な宇宙的サスペンスのほんの序章に過ぎなかったのです。いよいよ第2幕、星々の影に潜む見えざる敵の正体に迫ります。第2幕、星々の影、見えざる敵、ジェブレン人の正体、不気味なコンタクト、完璧すぎる通信の謎。巨人たちの星の物語は前作のラストから直接つながります。はるか彼方の巨人たちの星から地球へと通信が届き始めたのです。相手はかつて太陽系を去ったガニメアの子孫、テューリアン。彼らは地球との友好関係の構築を望んでいるように見えました。しかし、ハントをはじめとする地球の科学者たちはすぐに巨大な違和感を覚え始めます。その通信は完璧すぎたのです。彼は地球の言語、それも科学的な専門用語から俗語まで完全にマスターしている。それだけではありません。地球の最新のデータ伝送プロトコル、暗号形式、コンピューターのアーキテクチャまで全てを知り尽くしているかのようでした。これはおかしい。友好的なファーストコンタクトならば、まずは言語の壁があり、文化の壁があるはず。意思疎通には膨大な時間と努力がかかるのが普通です。なのに彼らはまるでずっと隣で我々の生活を覗き見していたかのように全てを理解している。ハントたちは直感します。これは有効ではない。我々は監視されている。このじっとりと肌にまとわりつくような不気味な感覚。こっから物語は科学ミステリーから一気に宇宙規模のポリティカルサスペンへとその姿を変えていくのです。真の敵の名はジェブレン。我々の兄弟殺し。地球の諜報機関と科学者たちが総力を挙げて調査した結果、ついに共和学の事実が判明します。地球を監視し、トゥーリアンを背後から操っていたのは異星人ではありませんでした。彼らはジェブレン人。そして彼らは我々と同じミネルヴァから生まれた人類の末裔だったのです。思い出してください。5万年前、ミネルヴァは核戦争で崩壊しました。その時生き残ったルラニアンの一部は破壊された月とともに地球の引力圏にとらわれ地球に漂着した。それが我々地球人テランの祖先です。しかし生き残りは他にもいたのです。一部のルラニアンは当時ミネルヴァで観測していたトゥーリアンたちによって救助され、彼らの政権にある惑星ジェブレンへと移住させられていた。それがジェブレン人の始まりました。つまり彼らは我々の兄弟なのです。同じ親ミネルヴァから生まれ、同じ異なる環境で育った双子の兄弟。しかし彼らは地球にたどり着いた我々を祝福すべき同胞とは考えませんでした。彼らは地球をいつか自分たちの地位を脅かし、トゥーリアン文明の支配権を争うことになる永遠のライバルと見なしたのです。そして彼らの心には暗く歪んだ感情が渦巻いていました。それは極めて人間的な嫉妬と恐怖です。自分たちだけがルナイアンの正当的な後継者であるべきだ。地球で野蛮に生き延びた者たちに我々の地位を脅かされてはならない。
彼らが我々と同じレベルの科学技術を手にする前に叩き潰さなければならない。この歪んだ先民思想と猜疑心がジェブレン人を2500万年という長大な時をかけた恐るべき陰謀へと駆り立てたのです。大いなる欺瞞。2500万年続いた情報操作。ジェブレン人の戦略は武力による直接侵攻ではありませんでした。彼らははるかに狡猾で陰湿な方法を選びます。それは情報による戦争でした。彼らは何千年何万年という長きにわたって平和で他者を疑うことを知らない心優しいトゥーリアンたちに対し、地球に関する完全な偽情報を組織的に流し続けてきたのです。彼らはトゥーリアンの観測データを巧みに改鋳し、地球の歴史を絶え間ない核戦争と血で血を洗う殺戮の歴史であると熱浪しました。そして地球人を生まれつき好戦的で野蛮で破壊商業を抑えられない悪魔の落とし子だと描き出したのです。さらに地球が独自に科学技術を発展させ宇宙に進出しているという事実を隠し、彼らはまだ原始的で我々の脅威にはなり得ないと報告することでトゥーリアンを完全に油断させていました。この壮大な情報操作の最終目的は何か。それはトゥーリアンと地球の間に決して埋めることのできない不沈の水を掘り、地球を宇宙の中で完全に孤立させること、そして最終的には危険な惑星は手遅れになる前に我々が管理あるいは破壊すべきだとトゥーリアンに決断させ、彼らの手を借りてライバルである地球を合法的に排除することだったのです。さあ、ここでジュブレン人たちが作り上げたこの巨大な嘘の帝国の構造を整理してみましょう。ジェブレン人の主張、トゥーリアンへの報告。科学が突き止めた真実とですね、ジェブレン人の狙いを今から並べていきます。ジェブレン人の主張ですが、地球人は生まれつき好戦的で野蛮な種族である。科学で突き止めた真実は、厳しい環境で生き抜くための生存本能と競争心を持つが、同時に平和や理性を希求する側面も強く持つ。そして、ジュブレン人の狙いは地球の孤立化でした。トゥーリアンに地球人は対話不可能な野蛮人と思わせ、外交関係を断絶させる。ジュブレン人の主張は、地球の歴史は絶え間ない核戦争の繰り返しで自滅寸前である。真実は、冷戦などの危機はあったが、人類はそれを乗り越え、惑星規模の自己破壊には至っていない。ジュブレン人の狙いは、地球への先制攻撃を正当化する工事作り、危険な存在は危険になる前に排除すべきという論理をトゥーリアンに植え付ける。ジェブレン人の主張は、地球の科学技術は原始的でトゥーリアン文明の脅威にはなり得ない。真実は、独自に宇宙開発を進め太陽系に進出するほどの高度な科学力をすでに有している。ジェブレン人の狙いは、トゥーリアンを油断させ、地球の真の能力を隠蔽する。また、地球がトゥーリアンに助けを求める劣った存在であると印象づける。どうですか皆さん、恐ろしいでしょう。ジェブレン人が仕掛けたのは物理的な戦争ではなく、認識を歪める認知戦だったのです。この第2幕で物語の構図は完全に明らかになりました。これは異星人との戦いではありません。我々人類が自らの負の可能性、つまり嫉妬、猜疑心、排他主義といった闇の部分が暴走したもう一人の自分と対峙する物語なのです。ホーガンはここで SF の王道である未知の異星人との戦いというテンプレートを鮮やかに裏切ります。真の敵は理解不能な怪物などではない。我々と全く同じ起源を持ち、我々と同じように思考する。よく似た隣人なのだと。これこそが、最も激しい対立は最も近い関係性の中で起こり得る。という人間社会の普遍的な心理を宇宙規模で描き出したホーガンの深い洞察なのです。そしてもう一つ、ジュブレン人は歴史のものを想像しようとしました。彼らはトゥーリアンに対し地球史という名の壮大なフィクションを語り、
それを絶対の真実として定着させようとした。これはジョージ・オーウェルのディストピア小説1984年で描かれた過去を支配する者は未来を支配するというテーマと全く毛を一にしています。ホーガンは武力よりもはるかに強力な武器、すなわち物語、ナレティブの兵器化という極めて現代的な恐怖を描き出したのです。さあ、地球はこの絶対絶命の危機をどう乗り越えるのか。武力では絶対に勝てない。嘘と欺瞞に満ちた情報網に完全に包囲されている。いよいよ第三幕、人類の知性がこの巨大な陰謀に反撃ののろしを上げます。第三幕、偽りの戦争、知性で陰謀を打ち破れ。地球の逆襲、史上最大の架空戦争、フェイクウォー。ジュブレン人の異貌を暴いた地球。しかし、状況は絶望的です。ジュブレンはトゥーリアの高度な技術を取り込み、強力な宇宙艦隊を保有している。一方、地球の宇宙軍はまだ太陽系を出たばかり。正面から戦いは数時間で地球文明は開示に帰すでしょう。武力小説はすなわち人類の滅亡を意味します。万事休すか。いや、まだ我々には武器がある。そう、ハントたちが立案した起死回生の作戦。それは銃もミサイルも使わない究極の頭脳戦でした。敵の最大の武器である情報網を、その最大の逆転である猜疑心を逆用する前代未聞のカウンター諜報作戦。その名も架空戦争フェイクウォー。作戦は信じられないほどシンプルかつ大胆です。物理的な戦闘は一切行わない。ただ、ジュブレン人が地球の通信を盗聴していることを逆手に取り、彼らが最も最も信じやすい嘘の情報を意図的にそして大量にリークし続けるのです。例えば、こんな情報です。緊急極秘通信、例の反物質転換システムの下地機器が完成。ジュブレン艦隊の主将のエネルギーシールドを無効化できる見込み。諜報部からの報告。ジュブレン指導部内に我々の協力者が複数潜入に成功。コードネームはカサンドラ。ダンチェッカー教授の生物兵器研究にブレイクスルー。ジュブレン人の遺伝的特質のみを攻撃するウイルスが。もちろんこれは全て真っ赤な嘘。地球にはそんな秘密兵器もスパイ組織も存在しません。しかし、最疑心の塊であるジュブレン人にとってはこれらの情報はあり得るかもしれない最悪の悪夢そのものです。この作戦の真の狙いは、ジュブレン指導部を深刻な疑心暗鬼に陥らせ、内部から自滅させること、存在しないスパイをあぶり出すために、無実の部下を粛清し始めるかもしれない。存在しない秘密兵器を恐れるあまり、非合理的な軍事行動をとるかもしれない。まさに知力の影を尽くした究極の心理戦、人類の存亡をかけた史上最大のブラフ、ハッタリが今始まったのです。クライマックス、嘘が真実を暴く瞬間。地球側が仕掛けた嘘の爆弾はジェブレン社会に劇的な効果を上げました。彼はまんまと食いついたのです。ジェブレン指導部はパニックに陥り、存在しないはずの地球の秘密兵器の情報を血眼になって探し始めます。内部では、カサンドラは誰だという魔女狩りが横行し、組織は麻痺状態に陥りました。この混乱ぶりは、全てを監視しているトゥーリアンにも手に取るように伝わっていました。そして精神的に追い詰められたジェブレンの指導者、ブローヒリオは、ついに最後の大爆地に出ます。彼はトゥーリアンの最高評議会に対し、宇宙戦艦を差し向けて最後通牒を突きつけたのです。地球が我々の知らない超兵器で奇襲をかけてくる。もはや一刻の猶予もない。今すぐ我々と共に地球を攻撃しよう。さもなくば我々はトゥーリアン政権から独立し、貴殿らとも敵対する。と。しかし皆さんよく考えてください。彼が主張する地球の超兵器の根拠は何か。それは地球側が意図的に流した嘘の情報に他なりません。この瞬間歴史は逆転しました。ジュブレン人はトゥーリアンという最高の証言者の前で自らの口で高らかに宣言してしまったのです。
我々は長年にわたって地球の通信を投資してきました。そしてその情報にまんまと踊らされて今パニックに陥っています。と、2500万年続いた壮大な欺瞞の構図はこの一言で完全に崩壊しました。彼らがついた嘘は周りにまたあって、彼ら自身の嘘を弱のもとにさらす最大の証拠となったのです。陰謀の周運と真の弱気。ジェブレンの陰謀は完全に破綻しました。彼らの主張が地球の仕掛けた情報戦の結果であることが明らかになり、トゥーリアンはジェブレン人への支援を完全に打ち切ります。指導者ブローヒリオは失脚し、彼らの誇る宇宙艦隊もトゥーリアンによって平和的に武装解除されてしまいました。そして最も驚くべきこと。この宇宙規模の危機は一人の死者も一発ものミサイルも一つの惑星の破壊もなく完全に終結したのです。そして訪れる真のクライマックス。すべての疑惑は取り払われ、すべての誤解が解けた後、地球人とトゥーリアンは初めて何の偽りもない形で対面を果たします。それは2500万年という想像を絶する長大な時を経て実現した真の意味でのファーストコンタクト。ミネルヴァで分かれた2つの生命の流れが再び一つに交わるシリーズ全体を締めくくる静かで、しかし何よりも感動的な瞬間でした。この第3幕の解決は多くの SF 作品とは一線を画すホーガンならではのものです。彼は派手なスペースオペラや艦隊戦を描く代わりに、知性が暴力を凌駕する瞬間を最高のカタルシスとして描き切りました。これはホーガンの作品群を貫く科学と理性への絶対的な信頼という思想の最も純粋な表現です。暴力は問題を解決しない。それどころか最終手段ですらない。真の強さとは破壊する力ではなく、破壊を返し、対話と知性によって敵を打ち破る構築的な力にある。ホーガンはそう高らかに宣言しているのです。そして、ハントたちの作戦が成功した根源的な理由。それは彼らがジブレン人の猜疑心が強く変質的で、他者を信じられないという性質そのものを完璧に見抜いていたからです。彼らは敵の強みであったはずの高度な情報収集能力をその性質猜疑心と掛け合わせることで自滅へと導く最大の逆転へと転化させた。敵を知り、己を知れば百戦危うからずを宇宙を舞台に見事に実践した最高の戦略と言えるでしょう。さあ、物語はいよいよ最終幕へ。すべての謎が解かれ、すべての戦いが終わった時、我々人類は何を学び、何を継いでいくのでしょうか。星を継ぐ者、三部作が問いかけた人類の未来。グランドフィナーレ、すべての謎、完全なる解決へ。巨人たちの星の壮大な集結によって第一作星を継ぐ者から三部作を通じて張り巡らされてきたすべての伏線が見事に回収されました。月面で孤独に死んでいったあの男チャーリーの謎から始まった物語、それは失われた惑星ミネルヴァの悲劇を明らかにし、2500万年前の巨人たちとの開口を得て人類の真の起源を解き明かしました。そして最後には我々の兄弟であったジブレン人との情報戦を乗り越え、2つに分かれた人類の系譜が再び分かれた協調の道を歩み始めるという壮大な円環を閉じたのです。本館はこの3部作全体を一つの巨大なミステリーとして構成しました。そして最終作、第3部ですね。第3作で全てのピースを完璧にはめ込み、読者に、そうだったのかという圧倒的な知的カタルシスを与えることに見事成功したのです。作者ホーガンのメッセージを読み解いてみましょう。では、この壮大な物語を通じて、作者ジェームズ・ P・ ホーガンは我々に何を伝えたかったのでしょうか。そこにはいくつかの重要なメッセージが込められています。第一に、科学と理性への揺るぎない信頼です。この物語は科学的思考と合理主義への高らかな参加と言えるでしょう。未知の現象や困難な問題に対し、主人公たちは決して超能力や奇跡に頼りません。憶測や迷信を排し、観測データと証拠に基づいた論理的な探求によって一歩ずつ真実に近づいていく。この科学者たちのひたむきな姿勢は、ホーガンの理想とする人間像そのものなのです。第2に、
情報リテレシーの重要性です。ジェブレンジンが仕掛けた巧妙な情報操作と、それに長年騙され続けた心優しいトゥーリアンの姿が、フェイクニュースや陰謀論が渦巻く現代社会に生きる我々への強烈な警鐘です。嘘やデマが時に世界を動かし、戦争の引き金にさえなる、そんな時代において、情報の記事を冷静に見抜き、批判的に吟味する能力、すなわち、情報リテレシーがいかに生命線となるかを、この物語は痛切に教えてくれます。第3に、反権威主義と個の力です。この宇宙規模の危機を最終的に解決に導いたのは、国連や宇宙軍といった巨大な組織や権威ではありませんでした。それはハントやダンチェッカーといった個々の科学者の類まれなる知性と真実を追求する不屈の勇気でした。これはホーガン自身が持つリバタリアン、自由至上主義的な思想の反映であり、巨大な権威に盲従するのではなく、常に自らの頭で考え、判断することの重要性を力強く訴えかけているのです。そして最後に、人類の可能性への揺るぎない楽観主義です。ホーガンはジェブレン人という形で人類が持つ知った猜疑心といった負の可能性を容赦なく描き出しました。しかし物語の結末は極めて明るく希望に満ちています。過ちを犯し、時には愚かな選択をする。しかし地球人は最終的に知性と理性を武器に、そして他者との協調によって最大の危機を乗り越えてみせた。ホーガンは人類の良さを直視しながらも、その未来と可能性を心の底から信じていた作家なのでしょう。エンディング、我々が本当に継ぐべきもの。隠して、月面の死体から始まり、2500万年という時空を巡った壮大な物語は大演談を迎えました。真空の宇宙の法則、チャーリーが我々に残した謎、それは我々に自らのルーツを問い、そして自らの進むべき道を示してくれました。ジェームズ・ P. ホーガンがこの3部作で描き切ったもの、それは領土が我々が星々から受け継ぐべきは領土でも超兵器でも失われた古代のテクノロジーでもないということ。我々が真に受け継ぐべきもの、それは未知なるものを恐れず真実をどこまでも探求し続ける飽くなき知的好奇心。それは対立ではなく対話を、暴力ではなく理性を選択する気高い知性。そして出自や考え方の異なる他者とそれとも手を取り合い、より良い未来を共に築いていこうとする不屈の意志。それらを全て掛け合わせたものが我々が真に星を継ぐものなのではないでしょうか。あなたの知的好奇心に乾杯。ご視聴誠にありがとうございました。